おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。ここのところ直近ではかなり強く下落してきておりますので、基本はこういう動き方を想定しておいてください。そして直近の下落ではこの過去の安値まで昨日は到達してきてますよね。ここを下抜けていくとかなり大きく下落していきますので、今はその動きになるかどうかというところに注目です。マクディもかなり弱いですので、基本的には上がったところから売っていく戻り売りのトレードがやりやすいと思います。では4時間足です。昨日もそうですが、ここのところちょっと分かりにくい動きをしてますよね。上にも下にも結構ヒゲが出ている。ですので乱高下をしているというそんな印象です。こういうところでのトレードは難しくなるので、できるだけ控えていくのがいいんですが、本日に関しては GMMA こういう風に下がってきてますので、ここまでのこういう戻し、そこからの再下落という、こういう動きですね。そして先ほど言ったこの日足の過去の安値、この白い水平線ですね。187円付近を突破してこれるかどうかっていうところを見ておいてください。昨日の動きを見ているとだいぶ方向感としては迷ってますので、本日は上昇方向に動くのか、このまま下落していくのかっていうのが非常に分かりにくい、そんな相場になってますので、分かりにくいところでのトレードは避けていくのが安全です。では1時間足です。1時間足は昨日はじわじわと上昇してきているんですね。ただ上値を重く方向感としては非常に分かりにくい、レンジみたいな動きですよね。このあたりでこうレンジを作っているみたいな、そういう動き、完全に方向感なくこう動いてますので、トレードが先ほどの4時間足と一緒で分かりにくい、方向感が非常に分かりにくくなってます。で、GMMA の青帯こういう風に下がってきてますので、今その辺付近まで上がってきてますよね。ということは、昨日はこうじわじわと上昇してきてますが、こういう動きが想定されます。もちろんここ上抜けていくと GMMA にサポートされて上昇する可能性はあるんですが、基本的に上位足が下落トレンド中ですので、上がったところから売っていく戻り売りの方がやりやすいと思いますので、例えば昨日の高値このあたり190円付近まで上がってきてからの戻り売り、もしくはもう少し上昇してくると、ここにオレンジの水平線がありますが、191円手前ぐらいからの下落、そして192円ぐらいまで上昇してくればそこからの下落、このあたりの下落を短く狙っていく方がトレードはやりやすいと思います。もし昨日の安値付近まで下がってきた場合、昨日の安値とかこの辺ですよね、このあたり186円台ぐらいまで下がってきた場合、もしくは187円ぐらいまで下がってきた場合、そこではこう反発のイメージができるんですが、もちろんここ下抜けると大きく下がっていきますので、ここまで下がってきた場合、昨日の安値まで下がってきた場合の反発のイメージっていうのは、あくまで一時的なイメージですので、ここからどんどん上昇するというイメージじゃなくって、一度反発をしますよという、こういうイメージですね、をイメージしておくといいと思います。ではドル円を見ていきましょう。ドル円は基本的に下落トレンド中、そしてその中で一旦調整の上昇から再下落、そして昨日の動きもまだ調整の動きに入っているので、こういう動き方をイメージしておいてください。つまり現在は下落トレンドの中の一旦はこの上昇のタイミングに入っているというところですので、この前回のこの動きと一緒ですね。上昇後の下落というこういう動き方をまずはイメージしておいてください。では4時間足です。4時間足は分かりにくい動きをしてますよね。上昇したと思ったら下落してという、こちらもポンド円と同様分かりにくい方向感のない動きをしているんですが、その中で昨日結構強く上昇してきました。ただ結局昨日ここ GMMA の青帯で上値を抑えられているんですね。こう GMMA が上から下にこうなってきているところで、今 GMMA の青帯で上値を抑えられて、ストキャスティクスも高値圏ですよね。となると本日は一旦の下落、そしてその下落が下げ渋るようですと、こう GMMA を上抜けるような動きになってくるかもしれませんが、基本的な考え方としては現在は下落トレンドを作ってますので、ここからのこういう下落をイメージしておいてください。ただとは言っても昨日の上昇が結構強いので、ある程度下がったところはすぐに押し目買いが入りやすい試合でもあるので、こういう大きな下落をイメージするんじゃなくって、一旦は GMMA からの下落になるけれども、すぐにこう上昇していくっていう、そういうイメージも両方持っておかないといけません。基本的には下落トレンド中ですので、戻り売りでいいんですが、下げ渋っていると思ったらすぐに撤退をお勧めします。では1時間足です。1時間足は今までのこの揉み合いですね。そこを昨日上抜けてきましたので、基本はこういう動き方をイメージしておいてください。今 GMMA の青帯がここにありますよね。この青帯の上にある間は押し目買いで上昇方向。ただし昨日の高値とかこの赤い水平線とか、その辺ではやはり下落しやすくなってきますので、短くトレードする場合はこの辺の反発の下落を狙うのもありだと思います。今 GMMA でサポートされればっていう話をしましたが、もちろんこれ下
抜けてくると、こういう不要な動きになってきますので、145円ぐらいを再び目指して下落していくと思いますので、GMMA の青帯の上にあるのか、それとも GMMA の青帯の下にあるのかで、押し目買いと戻り売りが変わってきますので、その辺見ておくと分かりやすいと思います。それでは本日は以上です。現在使用しているのがトレーディングビューというチャートツールですが、無料で使える使いやすいチャートですので、まだご利用でない方は概要欄の URL から登録をしてみてください。有料プランもありますが、基本的には無料で大丈夫です。もし有料の機能が必要という方は、その時に変更すればいいと思います。まずは無料で使ってみて、使い勝手を見てみてください。また、ノートのメンバーシップ会員を募集してます。毎朝更新の詳細な分析、そして週末のスキルアップ動画で FX スキルを上げていけるような内容になってます。FX は知識が大切です。知識がないとなかなか勝ち続けることは難しいですので、日々の分析と週末の動画でどんどんスキルを高めていってください。FX を始めたばかりの方、そしてもう一度基礎から勉強し直したい方は、ぜひノートメンバーシップをご利用ください。こちらも概要欄からご確認いただけます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。